皆様こんばんは。鈴木伸介でございます。先ほど、ご紹介にもありましたように、僕は国内外合わせておよそ70店舗ほどの飲食店を経営する経営者をしています。今日は僕の人生のストーリーを皆様と共有させていただきます。よろしくお願いいたします。1971年、僕は岐阜の小さな縫製工場の息子として生まれました。繊維産業が活況な時代、僕の祖母が75年ほど前に創業した鈴木衣服という会社です。今は僕の親父が2代目社長として経営をしています。養子だった親父は娘婿として50年ほど前に鈴木被服を承継し、祖母から社長のバトンを受け取ったのです。僕もまた3年前、ゼットンの創業者である稲本健一から社長のバトンを受け取りました。稲本は業界ではスーパースターのような存在でした。どこに行ってもみんなから「稲健」なんて気さくに声をかけられる、そんなカリスマ経営者として多くの方々に名を知られていました。そんなスーパースターから僕はバトンを受け取ったんです。そのバトンは硬くて重くてやけどしそうなくらい熱いバトンでした。そんなカリスマからバトンを受け取る僕にとっては大きなプレッシャーでした。就任当時、どこに行っても偉大な経営者の引き継ぎ、そんな話が話題に上ります。僕は知らず知らずのうちに自分が自分でなくなる焦り、そして不思議な体験をしました。ちょうどそのタイミングで、実はゼトン、非常に経営的に苦境に立たされていたんです。業績悪化のタイミングでした。そして赤字に転落しました。とはいえ大事な仲間がたくさん会社から去っていた、そんなタイミングだったんです。スーパースターから会社を引き継ぐ、それだけでも本当に大きなプレッシャーだったにもかかわらず、会社はそんな状態でした。こんな僕にゼットンは変革できるのか。実は毎日が不安な、そんな日々でした。そしてその時、追い打ちをかけるような出来事が起こりました。ライバル会社からの TOB です。ダイヤモンドダイニング現 DD ホールディングスが僕たちゼットンの大株主として資本の入れ替えが行われました。スタッフの期待に応える時間も余裕もない中、大掛かりな資本の入れ替えが行われました。僕の焦りは頂点に達しました。そして自分を責め始めました。自己否定をし始めました。俺の20年何だったんだろう。俺の20年正解だったのかな。ああ、もうダメだ。もうこれ以上進めない。いいや、やめちゃおう。僕は稲本からバトンを受け取ってたった半年で社長辞任を覚悟したんです。そんな自分の失意のどん底の中、ちょっと気分転換でも図ろうと、僕は大好きな妻芳美を連れてドライブに向かいました。2人の大好きな海に行こうと三浦海岸の方に車を走らせたんです。。そして三浦海岸に到着して、
海に降り立って2人で見た海は、秋の夕日に照らされた真っ赤な海が僕の目の前に広がっていたんです。僕の大好きな真っ青でキラッキラな海がそこにはなかったんです。あれ、海ってこんな寂しかったっけ。そう思った瞬間、さまざまな出来事の悔しさとか虚しさとかやりきれなさ、僕に襲ってきて、そしてなぜだか鈴木被服のこと、そして祖母のこと、そして親父のことが頭の中をぐる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 駆け巡り始めました。僕の幼かった頃からの思い出が一気によみがえって、僕の胸をいっぱいにしました。涙が止まらなくなったんです。海を見ながら。僕の親父は平凡な人でした。一方、創業者の祖母はもう強烈な、今でいうカリスマ経営者でした。そんな平凡な人がカリスマから会社を渡されたんです。きっと親父もとてつもなくたくさんの苦労があったんじゃないかなということを思いました。そして実際たくさんの危機に直面して、その度に親父はその危機を乗り越えてきました。僕の親父は全ての危機を乗り切って鈴木被服、そして僕たち家族を守ってくれたんです。その時僕は、次は僕がゼットン、そしてゼットンのスタッフを守らなきゃってね、そんな思いがふつふつ湧き起こってきたんです。そして僕はその真っ赤に照らされた海を見ながら気持ちを固めました。こんなところで泣いてる場合じゃない、まだまだやれる、絶対この壁を乗り越えてやるんだって。そして僕はシンプルな言葉とともに行動を開始しました。理念は変えずにやり方を徹底的に変える。やり方を変えるために僕は360人いた全社員と面談をしようと、個人面談を開始しました。ゼットンに関わってくれる人々と向き合って、そしていろいろなことを教えてもらおうと考えたわけです。一見遠回りに思えたその、個人面談、スタッフとの距離を縮めて、そしてさまざまなスタッフの意見が僕、そして要望が僕を救ってくれ、そして今僕がやらなきゃいけないそんな具体的なアクションにつながる、そんな源泉となったんです。そして僕が最も大事にしたこと、それはスタッフのロイヤリティを高めることです。俺はゼットンが好きだって、私はゼットンが好きって、そんなスタッフを一人でも多く作ろうと、そう考えました。その甲斐あってゼットンは、3年の時を経てようやく V 字回復したんです。そしてこの、面談の話、実は続きがあります。僕は最後の最後にメインディッシュを用意してました。創業者稲本健一との個人面談です。取り留めのない思い出話で過ごしたくなかったので、僕はたった一つだけ稲本に質問を準備してました。会長にとってゼットンのスタッフは何でしたか。そしたらすぐさま稲本は夢、瞬時に僕に答えを返してきました。スタッフは稲本にとって夢だったのだということが分かりました。僕は体に電流が走りました。稲本は自分の人生を振り返ると夢のような人生だったと、過去この口伝でも話をしています。
そして続けてこう僕に伝えたんです。俺にとって最大の夢が信介だった。だからお前に渡したんだよ。僕はその時、つなぎの責任や重さを感じるだけじゃなくて、つなぐということを本当の意味を知りました。世の中のつなぎの多くの場面は、バトンを渡す側とそして受け取る側が必ず存在します。そしてその思いも様々です。両者の思いが相まって、そして感性やエネルギーが融合して、そしてつなぎは未来に向かって前進していきます。そしてそのつないで最も大事なこと、それはやり方や方法をつなぐのではなく、意志や思いをいかにそのバトンに乗せるかなんです。僕は稲本とのやり取りでそれを学びました。そして稲本はそんなバトンを僕に届けてくれたのです。でも僕の親父もきっとそんなバトンを僕に渡したかったんじゃないかなって実は思ってるんです。しかし僕はその親父のバトンは受け取りませんでした。今鈴木被服は75年の歴史の幕を閉じようとしています。親父はもう誰にもそのバトンを渡そうとは思ってません。だから僕は実はその親父からのバトンを受け取らなかったことに対してすごく心に引っかかってました。でも今日こう口伝で皆さんと僕のお話を共有させていただくことによってすっきりと気持ちが整理できたんです。それはなぜかというと、僕は親父から事業というバトンは受け取りませんでした。しかし親父の意志や思いはしっかりとつないだと実感できたからです。稲本とそして親父のバトンを僕は受け取ったわけです。ゼットンは地域社会に貢献するそんな企業に成長していきたいと僕は願ってます。経営理念は店づくりは人づくり、店づくりは街づくりです。店づくりを通して大事な意志、思いを人につないで、そしてそれが街につながる、そんな経営を僕はしたいと思っています。そしていつかきっと僕も3代目のゼットンの社長に僕のバトンをつなぐことになるでしょう。そしてその時にまた僕は別の場所で新たなバトンを受け取ることになるでしょう。ゼットンの社長業を通して僕が学んだこと、そして経験したことは、僕がどんな場所に行っても生きる、そんな経験をできたと自負しています。皆さんにとってバトンって何ですか？それは誰につなぎますか？誰から受け取りますか？そして今頭に浮かんだ人は誰ですか？その頭に浮かんだ人はきっと皆さんの夢なんでしょう。そう、夢なんです。皆さんの意志、そして思いがバトン乗せられて、そんな夢につながるということを僕は心から願っています。今日僕のこんなストーリーをですね、引き出してくれたエプルガのしんちゃんはじめスタッフの皆さん、ありがとうございます。そして今日ご来場の皆さん、ありがとうございました。